Hey, what's up, everyone? Welcome to Kenchan Radio. パチ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 。はい、皆さんおはこんばんにちは。ケンちゃんラジオのケンちゃんです。でですね、ちょっとこれから仕事が忙しくなるので、もしかしたら新しいエピソードをアップロードするのが遅くなると思います。ごめんなさい。まあでも、時間があるときは、頑張って作るので、応援よろしくお願いします。はい。では、それは置いといて、今日は、ケンちゃん流勉強方法、僕がどうやって英語を勉強したのかについて話していきたいと思います。でですね、ケンちゃんはもともと英語は全く話せませんでした。で、どれぐらい話せなかったかと言いますと、これぐらいです。聞いてください。I was played soccer on Saturday. You played soccer on Saturday? Yeah, soccer with many country people. Excellent, excellent. Did you win? Did Soccer game? Yeah. Oh, did you win? Yeah, did you win the game? Oh, Soccer game? soccer game. Yeah. Night. So you said you played soccer with many people. Oh, Yeah. Was it a competition? Or competition. just for fun? Competition? Fun. Ah, just for fun. ね、やばかったでしょ？もう本当に恥ずかしいんですけど、全く英語は話せませんでした。で、はい。では、じゃあこれから、ケンちゃんがどういうふうに勉強をしたのか、勉強方法について教えていきたいと思います。で、まずね、新しい言語、新しい言葉を勉強する上で大切なポイントが3つあります。まず1つ目は単語力。単語力です。そうですね。ある程度、簡単な単語を知らないと、相手が何を言ってるかわかりません。でも、反対に単語さえわかれば、ね、文法、grammar がわからなくても、とりあえず聞き取ることはできます。もうだからね、まず、第一ステップ、ファーストステップとして、簡単なベーシックでいいんで、単語を覚えましょう。そして、二つ目は、リスニング力です。これがね、難しいんですよね。ね、少しずつ単語がわかるようになったら、次は聞く練習をしましょう。でね、ケンちゃんもね、もうほんと、初めて英語勉強した時は、もう相手が何を言ってるか全くわからなくて、もうパニックになってました。でも、何回も何回もそういうね、リスニングの練習をしていくうちに、少しずつね、単語がね、聞き取れるようになってくるんですよね。で、そして、慣れてくると、もう文法、グラマーも一緒に、少しずつわかるようになってきます。じゃあ、例えばね、じゃあ、動物園はどこにありますか？動物園はどこにありますか？この文章なんですけど、動物園とどこっていう単語を知ってれば、
文法がわからなくても理解はできますよね。ね、動物園はどこにありますか、ありますかとか、わからなくても、あ、動物園、どこだけで予想はできるようになりますよね。だから、理解するためにも、単語、簡単な単語と、このね、単語が分かったら、聞く練習をして、練習をしましょう。でね、ケンちゃんは大学に行くときに電車の中でポッドキャストをいつも聞いていました。ポッドキャストね、ラジオとかずっと英語を聞いていました。だからね、皆さんもぜひ暇な時で大丈夫です。ケンちゃんラジオを聞いてリスニングの練習をしましょう。最後に3つ目は、もうとにかくもう話す。もうスピーキング。もうね。で、一番はやっぱり人とね、話すのがいいんですけど、話す友達がいないよって人も心配はいりません。ケンちゃんもそうですね、話す友達はいませんでした。で、話す友達がいないときは、自分と、自分とたくさん話しましょう。ねえ、ケンちゃんもね、その友達がね、いなかったときはいっつも自分とこう喋ってて、ね、なんか、わー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 って自分で練習してたから、お母さんにたくさん心配されました。はい。でも、気にしない。もう気にしなくて大丈夫です。で、あとですね、この 5W1H。そう、5W1H。What、何、When、いつ、Where、どこ、Who、誰、Why、なぜ、How、どのように。と、あと、I can と、I can 何々できる。want 何々したい。want to か。で、これぐらいわかると、とりあえず自分の意思、自分が言いたいこと、やりたいことは伝えられるようになるので、ぜひ覚えましょう。僕もね、英語と、韓国語も勉強したんですけど、やはり一番最初はこの 5W1H と俺じゃねえわ。僕が何をしたいとか何ができるかっていうのを、伝えられるように伝えられるように、勉強しました。この新しい言語、新しい言葉を覚えることはすっごい大変なことだとは思いますが、でもね、できるようになれば、話せるようになれば、新しい世界、友達が皆さんのことを待っています。ケンちゃんと一緒に頑張りましょう。今日結構長くなっちゃいましたね。はい。じゃあ今日はこの辺で。では、ケンちゃんでした。バイバーイ。インスタグラムとブログもチェックお願いします。バイバーイ。